どうも、オナです。私はですね、今韓国のインチョン国際空港に来ています。つまりね、ソウルですね。はい、今回はね、ここから日本に行くんではなくて、また違うね、国に行きます。それがね、アエロメヒコ航空を使ってメキシコシティを経由してキューバに行きます。今回のフライトなんですけど、メキシコシティでもやっぱりソウルからめちゃめちゃ遠いんですよね。フライト時間が14時間25分いやアメリカまでね、12時間とかね乗ったことあるんですけども、さすがにね14時間25分はね乗ったことないですよ。そんなね超長距離線にね今回乗るんで、皆さんにそのアエロメヒコ航空の中の様子とかをお見せしようかと思っています。アエロメヒコ航空、今回ソウルからなんですけども、成田からも飛んでいまして、成田からねメキシコシティもね多分それぐらいの時間だと思います。お安く取ることができたので、今回ねキューバ行くことに決定しました。そういったね値段っていうのも、この動画のどこかでね紹介しようと思ってますので、ぜひともねチェックしていただければと思います。まだ3時間前ぐらいなんでチェックインちょっと始まってるか分かんないんですけども、とりあえずねチェックインカウンター行ってきたいと思いますね。チェックインカウンターもう3時間前なんですけども空いてるようなので、今回ね今からチェックインしたいと思います。それで、ね、私ねスカイチームのゴールドメダリオン、デルタ航空のゴールドメダリオンなんで、今回ね上級会員の制度がね使うことができます。それでスカイプライオリティね、ここのレーンは全然並んでないので、ここからね早速チェックインしたいと思います。11시 25분까지 오시면 되시고요. 네. 저 12시 마감이기 때문에 이 시간 전까지 탑승 완료해주세요. 라운지까지 두 분 다 드렸어요. 이거 이용하셔가지고 셔틀 트레인도 이용하신 후에 4층 대한항공 라운지 이용하세요. 두 분 다 이용하세요. 여긴 게이트하고 가까워요. 여기는 게이트 한 10분 정도 가까워요. 네. 셔틀 같은 건물이. 네, 맞습니다. それではねサクッとチェックインすることできました。スカイプライオリティやとエコノミークラスで買ってもねすぐにチェックインすることができるんで、それはねやっぱりいいですよね。それでこのソウルからメキシコシティ、アエロメヒコ航空なんですけども、ソウルに関しては最近ね本当に就航したばかりで、大体ねもう1週間前ぐらいに就航したようですね。なんでねそんなに人もいないかなっていうふうに思ってたんですけども、これを見るとね今回結構人も乗ってそうですね。それで機種はねボーイング787になる予定なんですけど、そこまでね、大きい機体ではないんですけども、どれぐらいのね人が乗ってるかっていうのは非常に気になりますね。これ見る限りだと結構満席に近いような気がするんですけどね、どうでしょうか。とりあえずねもう今から出国して、ラウンジもね今回デルタ航空のゴールドメダリアンということでラウンジもね行くことができるので、これからねラウンジ行きたいと思います。とりあえず荷物検査と出国を終えます。はい、ではね出国しました。これからねラウンジ向かうんですけども、インチョン空港ねやっぱりねさすがなんかこういろいろねすごい、このディスプレイとかね LG が作ったやつなんですけど、見せ方がやっぱうまいですよね。日本の空港にもね LG のねディスプレイあったりしてね、あんまりねアジアを知らない人は LG を日本製と思っちゃう人もいると思うんですよね。そこはね日本の電機メーカーも頑張ってほしいですよね。とりあえずじゃあラウンジに向かいます。はい、シャトルバスを利用するそうですね。今回使えるラウンジは同じスカイチームの大韓航空のカルラウンジですね。そこが使えるようです。それではねラウンジ来てね、朝ごはんということでこんな感じでね、韓国のね牛乳があったんで、あとコーンフレークこんな感じで食べてます。機内食ってどんな感じなんですかね。全然想像つかないですけど、タコスみたいなのが出てくるんですかねもうねそれぐらい未知の世界、美味しいかまずいか、でも美味しそうな気がしますけどね。メキシコ料理って美味しいの多いですし、それはねちょっとまたおいおい紹介したいと思います。カルラウンジはこんな感じでアスタナ航空ってありますね。カザフスタンの航空会社、日本だと多分ないと思うんで、さすがインチョンねいろんな飛行機が飛んでますね。そこら辺にもね韓国系の人が住んでると思うんで、多分それの影響で多分飛んでると思うんですね。あそこにはカルトインドネシアと、あとね大韓航空がいっぱいありますね。ラウンジでねいろいろ食べてゆったりね機内で楽しむねなんかやつとかいろいろダウンロードしてたらもういい時間だったんでゲートに向かいます。それではね搭乗開始となっていたので、ちょうどねスカイプライオリティで早く入れました。今回乗る機体が改めて紹介しますけども、あれですね。はい、では中に入りましょう。いやー14時間25分ね、マジで想像つかないですね長いな
逆に快適かもしれない。どうだろう、全然わかんない。Sube de asiento. 29 cuotas. Siguiente pasillo a su derecha, por favor. Thank you. それではね、座席に着きました。こんな感じでね、ボーイング787なんで、こんなね、これもありますね。窓もこうやってね、調整できるタイプで、こんな風にね、アエロメヒコの毛布も渡され置いてました。はい。それで機内入ったらね、もうメキシコの雰囲気ですね。もうスタッフの人も基本的におそらくメキシコの人だと思いますし、さっきも説明したんですけど、今回はボーイング787の8とです。はい。それで今後方の席なんですけども、28なんですけども、それでもね、ほぼ一番後ろの方なんで、そんな感じとなっています。はい。それ一応ね、機内 Wi-Fi とかもあって、USB とかもあってね、そんな感じとなります。これ、14時間25分。ちょっとね、心配なんですけどもね、そんなの言ってても飛ばないといけないんで、はい。それではちょっとね、どうせならフライト楽しみたいと思います。はい。はい、キャビンの人はね、帽子にアエロメヒコのピンバッジがついててとても可愛いですね。はい。Antes de ayudar a otros, coloque su mascarilla. En caso de emergencia, los americanos le pediremos tomar una posición de seguridad. それではほぼ帝国通りで出発しそうなので、行ってきます。飛び立ってすぐと寝てたんですよ。そしたらね、いろいろ機内サービス始まって、ちゃんとねこれも配ってくれました。いや、これがないとなんか旅した旅です。旅した気分にならないですか。はい、こんな感じで、ちゃんとね入国カードもここに挟んでね置いといてくれました。優しい。あとね、ちゃんとね、僕の大好きなアイマスク、これかっこいいアイマスクもくれました。ちゃんと画面もついてます。こんなやつです。それでは機内サービスが徐々に始まりました。こんな感じでアエロにピーナッツとドリンクですね。やっぱうまいね。ちょうど日本上空ぐらいですね。まだまだあと12時間、長い旅です。それではね、機内 Wi-Fi で今回サービスがあるので、ちょっとつなげてみようってみました。そしたらね、値段が1時間か50メガで12ドル、それかフライトこうずっと使えるか110メガかで22ドル。多分こっち安い方選んだら1時間で終わっちゃうんですよ。なんでどうせ十何時間あるフライトだったら20ドルの方、選ぶべきなんでしょうけれども、微妙な値付けですよね。映画よりちょっと高い程度なんですけども、14時間のねフライトで使えるっていうのはかなり大きいですよね。僕はちょっとすごい迷ってるんですけども、どうせね使うなら早くスタートをした方がいいとは思うんですけど、ちょっとねこの値段だと我慢しようかなっていうふうに思います。でもね、もし機内が苦痛っていう人はね、もうこれつなげてねネットした方がいいと思いますね。それではね、ご飯の時間になりました。一番ねやっぱ楽しみにしてたのはご飯ですよね。
アエロメヒコどんなのが出てくるか、もう配る前から結構すごい匂いがしてたんですけど、ちょっとまだ分かんないです。じゃあ開けてみましょう。お、なんかパスタとオリーブ、僕の嫌いなオリーブ。なるほど、こんな風な、意外とメキシカンっぽくないですね。なんかタコスとか、なんかそういったの出した方がいいと思うんですけど、意外と普通ですね。でもこのなんか野菜はもうすごい緑っぽくていいですね。これはこのパンは韓国を書いてて、韓国でゲットしたもの。あとなんかこの怪しいやつ、食べてみましょう。これはすごいとても美味しいです。率直に言うと、これはドレッシングか、これか、これもオリーブオイルか。僕あんま好きじゃないですけど、これ美味しいです。ドレッシングオリーブオイルですけど普通に美味しいです。こんだけ、ね、エコノミークラスでこんな新鮮なサラダがさせれるのは初めてなんで、これはいいと思います。じゃあこれもちょっと甘そうですね。なんて表現していいかわかんないですけど、まあ美味しいです。はい、こんな感じでね、全部食べれそうですね、これだと。こんな感じでね、機内食ね、2回にいるんですかね、3回行ってるかもしれないですけど、14時間とかなので、とりあえずね、1回目機内食出ました。飛び立って大体2時間ぐらい経ちましたかね。トイレでちょっと逃げ込んできたんですけども、こんな感じです。綺麗な感じですね。はい、こんな感じでございます。はい、もうね、飛行機は飛び立って、現地時間に合わせてるんですかね。もう機内は消灯みたいな感じで、そう韓国だとね普通に昼なんですけど、もう消してる感じですね。今回の機体はそんなにねキャビンの人が休むところがないからか、こんな風にね後ろの席はもうキャビン専用でカーテン閉めちゃってますね。飛行機飛んで5時間ぐらいですかね経つんですけども、まだねアメリカにも着いてないですね。今回メキシコ行くんですけども、メキシコもアメリカのルートと一緒で、結局はこうなんかアラスカ方面から加わっていく形になるんですね。まだねまだまだ旅は続きます。14時間の機内の裏に遊びに来てですね、こんな感じでピーナッツとかおにぎりとかね、あと飲み物、辛ラーメンとかもね、さすが韓国戦ですね、あるみたいですね。ちなみにね、今回の機体なんですけども、ボーイング787で333の列となります。遠くに飛ぶんですけども、そんなにね超大型機ではないですね。それではね、カップラーメンはねちょっとねこぼしちゃうとかね、あとカップ返さないといけないとかあるんで、今回はおにぎりねもらいました。あとピーナッツと飲み物みたいな、後ろ行けばねもらえるみたいな感じですね。日本と韓国だとね今夜の7時ぐらいなんですけども、こっちはもう夜みたいな感じになっているので、機内食はね夕ご飯の時間なんですけども配られないみたいですね。これでちょっとねお腹減ってるんで食べようかと思います。それではね映画のラインナップ見てみましょう。この個人のモニター自体はすごく新しくて今風なタッチパネルでいい感じです。さすがにね日本に就航していることもあって結構日本語の映画も充実してますね。ただねなんかこうラインナップは正直微妙かもしれない。美女と野獣とかはね最近やってたやつなんですけど、それがあんまし聞いたことないような、映画好きの方なら知ってるだと思うんですけど、私はすいませんそんな映画見ないんですけど、全然知らないやつばっかりですね。
まあでも日本語あるだけでもね全然ありがたいと思います。まあ、寝具とかありますね。寝て起きたらねあと1時間半でねメキシコシティに着くらしいです。まあ、ここに書いてある。もう今ねアメリカの上空でそこからもうメキシコシティに向かうような感じになりますね。それでね、まあ機内食もちょうど今こう配られました。ちょっとねこれを食べてみましょうか。まあ、こんな感じで、ね、今回はまあおかゆかね、まあ、オムレツとかっていうふうに言われてオムレツを無難にね選んじゃいました。はい、こんな感じでめちゃ美味しそうですね。こんな感じです。あとはまあクロワッサンと、まあ、こんなフルーツ感じになります。今回ね一応フライト情報上は14時間25分だったんですけど、実質的にはまあ13時間半ぐらいのフライトになるっぽいですね。まあ、それでもねまあめっちゃ長いですよ。でも今回はちょっと私結構こう正直今って体調そんなに良くないんですよね。なんでまあ逆にねそれが良くてねよく寝てました。はい。いやまあ機内食食べて到着までもうちょっと待ちたいと思います。それではねまあもう少しで着陸するんですけども、まだちょっと機内時ね見てなかったんでちょっと見てみましょう。それでまあアエロメヒコ航空なんですけども、今回乗ってるやつはボーイング787の8、これをね9体も持ってるそうで、787の9もね5体持ってるそうです。他にもまあ737とか777とかですね持ってるようですね。はい。それでまあ就航路線なんですけども、メキシコまあ国内はもちろんねアメリカにもたくさん飛んでます、アエロメヒコは。まあ、それで今回私が利用したのはソウルなんですけども、東京もね飛んでます。東京も確かボーイング787だったと思います。はい。それで上海もねアジアから飛んでます。まあ、ここからねメキシコシティに向かうので、おそらく上海からメキシコシティが一番長い路線だと思います。はい。いやすごい長距離線を飛ばしますねアエロメヒコ。それでもちろんね南米にも行けますね。それで今回は乗客なんですけども、私完全舐めてました。もっとねスカスカだと思ったんですけども、ほぼ満席です。9割5分ぐらいは埋まってます。まあ、それでお客さんなんですけども、正直ねまあ韓国人の人が5割ぐらい、あとはね正直ね何人か分かんない人が多いですね。メキシコの方か多分南米の方かみたいな感じだと思います。このねアエロメヒコ航空なんですけども、まあ、東京発もそうなんですけども、南米の人にね結構需要があるようですね。というのもねアメリカ経由すればね南米行くこともできるんですけども、その場合でも必ずね南米のね出身国によってはビザが必要になっちゃって、まあ、それで用意しないといけないんでかなりね、まあ、手間なんですよね。それをまあメキシコ経由にさせることで、ね、アメリカのビザを手配しなくても行けちゃうっていう需要の関係から、まあ、アジアに住んでるね南米の人にとっては人気のルートっていう風になんか聞きました。まあ、なんでね今回のソウル線もおそらくそういった人たちが利用してるんだと思います。いやいやなんかメキシコってね日本人とかなんかこうねアジア人じゃあんまり旅行するイメージっていうのはないですけども、そんな風にね需要があるとは驚きですね。もなくねもう30分以内に着陸すると思います。メキシコの街が見えてきました。まあ、こう見るとまあね、自然もいっぱいあって山もあって、山はでもそんな高くはないですね。街もいっぱいありますね。はい、楽しみです。Con el cinturón de seguridad abrochado, el respaldo de su asiento en posición vertical, la mesa de servicio y la pantalla aseguradas, y si se encuentra usando dispositivos electrónicos, favor de mantenerlos en modo vuelo. Si su dispositivo no cuenta con esta función o sus dimensiones son mayores a las de una tableta electrónica, favor de apagarlo y guardarlo en los compartimentos superiores. Les informamos que el uso de audífonos en sus dispositivos personales y el acceso a los baños no está permitido. Muchas gracias.
メキシコシティなんですけども、意外とね高い建物が多くて、あと住宅となんかこうね自然がミックスしてるような感じのところとなりますね。もう特に建物の多さはすごいですね。それではね到着しました。意外と乗ってみるとあっという間でした。今日はねラッキーだったかもしれないですね。はい、そんな感じです。それではねメキシコシティ国際空港ですかね、はい、に着きました。これからね私はハバナにキューバのハバナにまたね3時間ぐらいのフライト乗ってね、あとトランジットもね 3,4 時間ぐらいあると思います。それで向かうんですけどもね、本当に13時間14時間のフライトだったんですけれども、そこまでね正直疲れなかったです。なんか乗る前すごいテンション低かったんですけども、乗ってみるとね意外と8時間とかね13時間とかもそんなね、そこまで来るともうあんま変わんないのかなっていうふうに思いました。このね多分13時間14時間のフライトが今飛行機が飛べるギリギリの距離だと思うんです。やっぱね燃料の関係でねこうねいきなりね日本から南米とか多分技術的に多分まだできないと思うんですよね。今の技術で飛べるギリギリの距離だと思いますね。そんな感じのフライトを楽しむことができたので良かったです。ちょっと入国審査になりそうなのでまた後で話します。それではねメキシコシティの空港無事ね入国メキシコにして荷物もねトランジットしました。それで一応ねこれからこんな感じでメキシコシティに行って行く人のためにシェアしておこうと思うんですけども、一度ねメキシコシティで必ず荷物をピックアップして、トランジットの人でもねそこからまた税関抜けてそのすぐ後にまたね荷物預けるところと、あとこうね乗り継ぎ専用の人のねルートがあるので、それをね辿っていけばすぐにトランジットすることができます。ちょっと入国するっていうのでかなり面倒くさいかなと思ってたんですけども、これアメリカと一緒でかなりね楽になってました。入国するシステムになってるんですけどもね、アエルメヒコ航空なんですけど思った以上にも良かったですね。機内食もねとても美味しく食べれましたし、あっという間にさっき言った通りね着くことができました。皆さんもねよかったら乗ってみてください。今回ちなみにお値段はね総額ソウルからメキシコシティからキューバのハバナ、これの往復航空券がたったね5万円です。こういったね安いフライトの情報っていうのは私のブログでね紹介していることが多いです。今回のねやつもブログで紹介したやつを実際私が行きたいなっていうふうに取ったチケットになります。5万円でねキューバまで行けるなんてなかなかソウル初なんですけどね、非常にねいい機会となりました。これからまたキューバのハバナに行くことになるんですけどもね、それで東京発もねそんなに高くなくて、だいたい安い時だと10万円ぐらいでチケット買えますので、ぜひともね皆さんアエロメヒコ航空でね南米とかあとメキシコ、カリブ海とか行ってみてください。はい、こんな感じでねとりあえずソウルからメキシコシティまで、14時間のフライト、実質は13時間ぐらいなんですけども乗ってねメキシコシティに来たっていう動画をね終わりたいと思います。この動画がいいねと思った人はぜひとも高評価をしていただければと思います。またねチャンネル登録してない人がいれば、私はこういう風にね日々飛行機のレビューとかね海外の現地の様子とかね映しているので、チャンネル登録していただければと思います。またね Twitter、Instagram もやっておりまして、私はこのアエロメヒコの動画アップしているうちもね違う国に行ってる可能性が高いので、ぜひともねそういったリアルタイムの私の情報は Twitter、Instagram をねフォローしていただければと思います。それで私ブログもやっていましてほぼ毎日更新しています。なのでブログのチェックもぜひともよろしくお願いします。それでは